皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。横浜工部館道場の師範代の山口作夫と申します。よろしくお願いします。今日は私が現場で経験したことをちょっと語らせていただきたいと思いますけども、20代の頃ですね、ゼネコンで現場監督やってたんですね。ある時、発注者、役所からゼネコンに事務所に電話があって、助けてくれ、土方が殴り込んできたって言うんですよね。これで上司が山口君一緒に行くぞ、そこへ行ったんですけども、山の中の現場でもちろんまだ携帯のない時代、それからマイクロウェーブ以外は電話が通じない。だから警察も呼べないような状態なんですね。そういうところ行ってですね、ともかくどのぐらいかな、歩いて5分ぐらいのところに役所の事務所行ったらですね、すごい体のお香が折りたたみ椅子、机に叩きつけてるんですよね。職員たちはみんなも壁に張り付いちゃってですね。一人思い出しても笑っちゃうんですけども、てめえはなんて言うんだって言ったら真面目になって、僕はなんとか講談の佐藤というもんだって真剣になって答えてるんですよね。我々のゼネコンはそういう人たちとしょっちゅう朝から晩まで仕事一緒にやってるんで、ここは役所なんだから、うちの事務所で話聞いてあげるからっていう話で、そしたらいきなり突き飛ばしてきたんですよね。これちょっとどういう方かっていうと、ちょっとやってみますね。突き飛ばしてきたんですよね。これ持って、こういう風にして、これでやって、このまんまですね。もうこれだけですよね。だからほとんどね、相手も痛くない。このぐらいで、ここは役所だから、すぐ出よう。そうですね。それでそのまま二人で仲良く並んで、そっちの手で殴ってくるわけ、時々、こう、顔面をね。だけどね、殴ろうとすると分かるから、ちょっとこうしてやるんですよ。そうして、相手が、ツンとつんのめる。また2回目をしてこう、またちょっとつんのめる。そして3回目ぐらいにもうね、戦力、あれが良くなくなっちゃってですね、おとなしくなっちゃったんですよね。今のは合気道でいう一箇条っていう技なんですけども、もう二人でこう並んじゃってですね、そうすると、相手がもう戦闘意欲なくなっちゃうんですね。それでって言いながらですね、5分ぐらいの事務所まで連れて帰ったんですね。そしたらゼネコンの事務所には2、3人待ってて、その時の所長っていう人が体重100キロのすごい巨漢でね、ここで、もうそこの前に座らせて、どうしたんだ、なんか言いたいことあるの？言ってごらん。さ、もうしょんぼりしちゃってるんですよね。どこの組のもんなんだつっても何も言わない。そういうことでですね、結局親方を呼んでジップで飛んできて、俺に恥をかかすなつってね、連れてったんですけども、一応それはそこで解決したんですけども、大事なのはそこだけじゃ、その先ですよね。例えば、相手が今のこうやって二人で仲良く並んでとっ歩いてって、相手はもちろんどこもね、怪我してない。それから服も乱れてない。もちろんこう、引っ張って破れてるわけじゃないですよね。だからもし私が殴って彼が鼻血出してたり、それから投げ飛ばして泥がついてたり、服が破けてたり、そしたら彼の組のに戻ってですね、他の人が黙ってないですよね。なんでこいつは確かに役所に殴り込んだの悪いけど、こいつが怪我してるじゃないか。俺が話しつけてやろうって何人が来るかわからないですね。だけども、合気道の場合はですね、全く無傷、服装も全く乱れてないんですよね。合気道なんか役に立たないじゃないかっていうのはですね、じゃあ、スポーツの強いっていうんだったら、リングへ出てみろよ、みたいなね。だけど、合気道はそういうことじゃないんですよね。他の時に話しましたけども、相手が殴ってきたんで、殴り倒したらですね、相手が頭を打ちどこ悪くて亡くなっちゃった。ブラジルからのですね、出稼ぎのおじさん。これでもう懲役3年なっちゃったんですね。どっちが強いんだ？それは社会人とスポーツと混同してるっていうことだと思うんですね。実践には役に立った。だけども自分の社会的生命なくなっちゃった。それは社会人とすると実践に役に立つっていうことは意味がないっていうことですね。
だからルールの決められたスポーツ格闘技っていうのと今のようなまあまあって言いながら抑えて相手も意欲なくなっちゃう。それで「すいませんでした」っていうことで片付く社会人格闘技、それとですね混同しちゃいけないなというふうにですね、常に館長からそういうこと言われてるんですけども、中島館長の教えがそういうところにありました。今日はスポーツ格闘技と社会人格闘技との違いということで話をさせていただきました。どうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。